パスオブジアビスやってくで、よろしくお願いします。前回で基本的な探索パートでの要素も説明したし、今回は少しペースを上げて進めていこう。まだまだ出てない要素もあるけどね。早速やけどイベントバトルから。と言っても、レベル2くらいで勝てる序盤のイベントバトル。相変わらずログが一瞬で埋まる。実はこれ、全員の素早さが一緒で、開幕同時に行動してるからこうなる。種族をばらけさせると、もうちょい順番に行動してくれるで。パート1でそんなこと言ってたね。種族によって速さ固定って話な。危なくなったら回復を挟みつつ。勝利。こいつらは好まずに入るたびに戦えるから、序盤は経験値稼ぎに使えるで。なんかレアアイテムも落としたはず。こいつらに限らず、固定的にはレアドロップが設定されてるはず。さて、軽めのイベント戦もこなして、霊廟を探索中。なんだ？なんかもう見るからにまがまがしい、恐怖と危機感を煽るマークが。これはさっきマーク。このマークが表示されるエリアでは、たまにめちゃくちゃ強い敵とエンカウントする。場違いに強いので、やばそうと思ったら即逃げよう。生命力を消費することで、どんな敵からでも確実に逃げられるシステムもある。ボス戦でも逃げて仕切り直せる。さっきの項目は目次が多い。あった。今回から解像度が上がってるので、ちょっと読みやすくなってる。出てきてくれるかなと期待したけど、しばらく歩いても出会わんかった。強敵出現率がアップするアイテムもあるので、出会いたい時は使おう。さて目の前にあるのが、探索中の要素その5かな？転移のピラー。ありていに言うと、ショートカット用のワープポイント。ここから街に帰れる。一度使うと、街からもワープできるようになる。戻ってきた。便利。ではそのまま次の階へ。慎重に探索を進める君たちの前に、一人の男が話しかけてきた。お前ら、見ない顔だな。この階層は初めてか？ここは危険だぞ。危険？各々の技を連携して戦うことだ。この先のモンスターは一筋縄ではいかぬからな。ここで初めてスキルシナジーの説明が入る。そろそろ敵も強くなってくる頃かな。もちろん不意打ちされることもある。一撃で半分くらい持っていかれてない？急に強くなりすぎやろ。シナジー動向でなんとかできるレベルじゃない。回復は間に合わんかった。直前に毒薬なんか使ったせいで行動が遅れた。初めて戦闘不能が出た。急に強いやつが不意打ちしてくるんだもんな。ダンジョンゲームらしくなってまいりました。パート1のおさらいになるけど、戦闘不能は宿屋で寝るだけで回復する。屈強。ついでに言うとくと、キャラがロストしたり、レベル下がったりみたいな、心が折れるような要素はないので安心してほしい。経験値が下がることと、装備がぶっ壊れることはある。ごめん、十分折れるわ。探索再開。敵についてなんやけど、こいつとかレベル2ジャイアントスラッグやん。雑魚だよね。雑魚やったな。けど、しれっとこういうことしてくれ。
あ、レベル8だこいつ。同じ敵でもレベルが違ったりするので、よく確認して喧嘩売ろう。実はさっきタンクお姉ちゃんがやられた敵は、レベル10だった。平気でプラス10とか言う敵より、こっちまだレベル3とかなんだけど、もう一回言うけど、やばいと思ったら逃げよな。ダンジョンゲームらしくなってまいりました。そうそう、宿屋さんでは食事もできる。出撃中にステータスが強化されたりする。強化されるステータスはメニューによって変わってくるけど、どのメニューにも経験値プラス 5% がついてるから、そのためだけにでもなんか食べてった方が得。敵を倒すと食材を落とすことがあって、ドロップ食材限定メニューもいっぱいある。むしろそっちがメインっぽい。まあ、敵が食材を落とすっていうか、敵を食材にしてるんだけどね。ああ、アビス飯。変なタイミングで紹介したのは、今思い出したから。さて、古き王の霊廟にはもうめぼしいもんもないし、一気に中ボス前までカット。わかりやすく、ボスです、みたいなシンボルが。基本白黒で、イベントだけ目立つように色がついてるのは、見やすくてええな。強敵と戦う前は、強化スキルを使っとくのも手やで。行動力は消費するので、終始と相談しよう。炎に包まれた人影が君たちの前に立ちふさがった。焼けただれたおぞましい姿のそれは君たちに気がつくと、威嚇するように甲高い規制を上げた。これが古き王の霊廟のボス。なんやけど、不確定状態。そのうち判明するでしょ。やけど攻撃を乱発してくれ。正体判明、萌え柄の式。やけど攻撃が得意なやつなんやけど、ヒーラーあかねちゃんの祝福後出しで楽勝。ヒーラー役は、あえて行動させずに待機状態にして、後出し回復スキルって動きが結構強い。各キャラのバフデバフは、名前の上のアイコンで判断する。見た目が可愛くないという、パスオブジアビスでは稀有なボス敵。気をつけろ、ここから先のボスはなぜか可愛いやつばっかりだ。レアドロップもゲットしてホクホク。四方不気味な石像に囲まれた十字路に差し掛かった時、君たちは不快な浮遊感に襲われた。周囲の気体が脳内に直接染み出し、何者かに意識を乗っ取られたかのようだ。君たちは、たまらずその場に倒れ込み、意識を失ってしまった。どれほどの時間が過ぎたのか、いつの間にか意識を覆う粘液のような不快感は消え去り、特別な視覚を得たような感覚を覚えた。君たちは、見えざるものを見る能力に目覚めたようだ。以後、ダンジョン内で今までは発見できなかった新たな現象に遭遇するだろう。なんか変なもんが見えるようになったおかげで、ランダムイベントの種類が増えた。奈落の穴は連戦イベント、詳しくは次回で。そして新たなダンジョン、試練の古戦場へ。霊廟と繋がってるから、新たなのかどうかはわからないけど。ピラーはすぐ近くにあるので帰還。ただいま。ストーリーが進むと、お店の品揃えが増えていく。キャラのセリフも変わる。肉をおごってやろう。いいの？ありがとう。野菜も食え。おばあちゃんか。なあおごってくれません。どないやねん。ああ、お前らか。店内に足を踏み入れた君たちは、意外な人物からの意外な言葉に戸惑った。意思疎通は不可能と思われた天使から放たれたその言葉は、君たちには馴染みのある、大陸の共通語のそれだったからだ。うろたえる君たちの様子を見て、店主はにやりと笑い、言葉を続けた。お前らのここにも、染みてきたようだな。店主はそう言うと、触手で自身の額、と思われる箇所、をコツコツと叩いてみせた。迷宮に長く滞在すると、マナの影響により体に変異が発生することがあるらしい。噂だと思っていたが、どうやら事実だったようだ。現に君たちは、このように店主の言葉が理解できるようになってしまったのだから。
というわけで、タコさんの言葉がわかるようになった結果、装備品の品質予測が聞けるようになった。装備アイテムには、エンチャントとは別に、基本品質の概念がある。ノーマル状態を基準に、マイナス1からプラス3まであると思ってくれたらいい。アイテムに、粗末な、とか、力の、みたいな窃盗のがついてるのがそれ。力のガントレットってアイテムかと思ってた。基礎能力プラス1の窃盗のが力の、だから、ちょっといいガントレットってことやな。鑑定する前に、その基礎能力の予想が聞けるようになるって話。ぶっちゃけどうせ全部鑑定するんやし、来てたところでどうやねんって感じ忘れ。ここまで来ると、全部鑑定できるくらいには資金繰りに余裕は出てくるしね。で、タコさんは元冒険者かなんかで、ダンジョンに潜りすぎた結果ああなったってことか？実は人事じゃないんだよな。その話は、次回か次々回になるかな？次回は可愛いキャラの2人も登場する予定。お楽しみに。